今日は仕事帰りにグラングリーン大阪にある五感パーラーへ。 SNS で見かけたいちごのパフェが食べたくてやってきました。遅い時間に来たのでショーケースのケーキは少なめ。夜は入店しやすいですが、ケーキがずらりと並んだ圧巻の様子が見られなかったり、お目当てが完売していたり、入りやすさを取るか選べる種類の多さを取るか、なかなか悩ましいところです。今日のお目当てはいちごパフェですが、他のメニューも魅力的で迷ってしまいます。パフェはしっかり甘いと思うので、飲み物は温かい紅茶にしました。注文はスマートフォンで QR コードを読み取るスタイルです。店員さんの手間も減るし、聞き間違いなどのミスも少なくなりそうです。写真付きのメニューは選ぶときにイメージがしやすくてありがたいです。店内は静かで落ち着いた雰囲気。夜ご飯の時間だったので、お客さんはほとんどいませんでした。ゆったり過ごせるのでラッキーです。最初は普通のお水が出てきますが、セルフサービスのおしゃれなお水も置いてありました。ライムやミント、リンゴが浮かんでいて、見た目も綺麗です。どちらも飲みましたが、正直なところ味の違いはよく分かりません。ミントやリンゴが浮かんでいるそのまんまの味です。私はミントとリンゴの方が好きでした。お待ちかねのいちごパフェです。パフェって見た目だけでテンションが上がりますよね。いちごの赤い色が綺麗で、それだけで華やかに見えます。このパフェ、横から眺めるといくついにも重なった層が本当に綺麗で見とれてしまいます。一口ごとに違う食感や味が出てきそうで、見ているだけで楽しいです。一番上には真っ赤に熟したいちごがたっぷりと盛り付けられています。花びらのような形のホワイトチョコが添えられていて、見た目も可愛い。いちごの下は生クリーム、ホワイトチョコ、そぼろみたいなお菓子、いちごソース、スポンジ、白玉団子、クリーム、いちご、そして一番下は桜味のゼリーです。食べる前にこうして目で楽しめるのがパフェのいいところ。見た目が美しいので崩してしまうのがもったいなく感じますが、いただきます。まずは紅茶で喉を潤します。茶葉の種類は分かりませんが、癖や渋みが少なくて飲みやすい紅茶です。主役のいちごからいただきます。一粒一粒が真っ赤に色づいていて、宝石のようです。形も整っていて、大切に育てられたことが伝わってきます。口に入れると華やかな甘みの後に穏やかな酸味が追いかけてきます。この甘みと酸味のバランスが絶妙で、濃厚な果汁が口いっぱいに広がります。次はホワイトチョコ。花びらの形が綺麗です。よく見ると少し太くなっている部分もあります。こういう形を作るのは時間がかかりそうですね。普段紅茶はストレートでいただきますが、せっかくミルクがついてきたので入れてみます。いちごの上に花びらが乗ってるけど、花びらって美味しいのかな。味はよくわからないので、見た目を楽しむための飾りのようです。次は生クリーム。甘すぎずふんわりした軽いクリームです。いちごと一緒に頬張ると、クリームのコクがいちごの酸味を包み込み、単体で食べるのとはまた違うまろやかで奥行きのある味わいへと変化します。お互いを引き立て合う素晴らしい調和です。クリームの下には薄いホワイトチョコの層が仕込まれていました。生クリームのふんわり食感の後にホワイトチョコのパリッとした食感、そしてその下にそぼろみたいなお菓子があります。サクッと後にほろっと崩れる食感、口の中で溶けるような軽いお菓子です。味だけでなく一口でいろんな食感を楽しめます。そぼろの下はジャムとスポンジ、果実のうまみがぎゅっと凝縮されたジャムの濃厚なとろみと、空気をたっぷり含んだスポンジの優しさが重なります。先ほどまでの軽やかな食感とは対照的なしっとりとした満足感に包まれます。次の層は白玉。もちもち食感がたまりません。パフェに白玉が入っているのは珍しいですね。白玉が大好きなので嬉しい。もちもちした食感が加わるとまた違う楽しさがあります。最後の層は桜風味のゼリーです。もっちり感とプルプル感が同居する不思議な食感で、口の中で心地よく踊ります。鼻に抜けるほんのりとした桜の香りが春の訪れを感じさせてくれます。主役のいちごはもちろん最高でしたが、このパフェの中で一番気に入ったのはそぼろ状のお菓子。
手の上でほろっと崩れて溶けていく感覚が楽しくて、味のアクセントとしても完璧な存在感でした。パフェはお値段だけ見ると贅沢に感じますが、この計算尽くされた美しさと重なり合う層の一つ一つにかけた手間暇を思うと、十分に納得のいく価値があります。見た目も楽しめて食べて満足できるデザートです。絶対内緒なんですけど、ずっと甘いものを食べているとだんだん飽きてきて、途中で塩味が欲しくなりますよね。おぜんざいに塩昆布がついてくるのってよく考えられているなと思います。何か少し塩味があるものがついているとさらに食べやすくなりそうです。パフェでしっかりカロリー摂取したので晩ご飯は抜き、食べたいけど太りたくない、バランスを取るのはなかなか難しいですね。ごちそうさまでした。